皆さんこんにちは。こんにちは。今日は鹿児島県霧島国民休養地まで来ています。はい。日本一周の方はスタートしてまして、これ見ての通りもうゴミの山です。ゴミじゃない。今から使うの。もうめちゃくちゃこれ全部一回出してみたんですけど、もう大変なことになりました。せっかく頑張って積んだのに全部出させられてとても悲しいです。私はこの車スイちゃんに乗せていく様子を皆さんにお届けしたいと思います。はい。見た感想的には皆さんどう思われたでしょうか。持ってい多いと思われたでしょうか。少ない方かなと思われたでしょうか。いや、俺が見ても多いとこれがこの子の中に全部詰まっていたんです。なのでまた復帰したいと思います。はい、命を吹き込みたいと思います。実際に日本一周始めてまだ数日しか経ってないんですよ、この動画撮ってる時は。なので正直いるものいらないものがはっきり分かってないんですけど、今のところ不便なく生活できてるので、もしかしたら削れる分もあるのかもしれません。はい、今回もどうぞよろしくお願いします。簡単に入ってるものを説明したいと思います。こちらガジェット類になります。撮影器具、パソコンで、この下に置いてるのはマットレス3つ重ねて置いてるだけで、こちらまだ使っておりませんが、スノーピークのサーキュレーターの方も購入したわけではありませんけど、退職祝いにお願いしてもらいました。マサト師匠からいただいたこちらのインパクトドライバーとか入ってる、こちらは寝具でございます。ではこれイオンの水と、ここはキャンプ道具といつ使うかわからないスクリーンが置いてあります。ここら辺は入浴セットとかドライヤーも一応載せてて、傘はコンパクトにワークマンで買った折りたたみ傘にしました。あとはりょうくんのどうでもいいトレーニンググッズが置いてありまして、こいつがないと筋トレがはかどらないんです。こちらは調理器具などなどあります。炊飯器と鍋と、あとはお米はこれ宮崎コシヒカリを買ってたやつ持ってきて、これお薬箱あと食器類とか欠かせないコーヒー豆とか、あとコーヒーグッズの入れ物をまだ買えてなくてちょっとバッてなっちゃってますけど、靴ゾーンなんですけど、これはダイソーの組み合わせたやつで、本当に収納を心がけております。私たちなりに。あとはポータブル電源が1、2と冷蔵庫の洋服とかもの入っております。こういうスピーカーとか本体、あとはいつも見てくださっている方はお分かりの通りワックのテントを持ってきて、机もワックの机を持ってきております。電子を2台積んでいきます。どんな風に収納するのか見ものですけど、軽く説明しながら乗せていきたいと思います。よいしょ。一番自転車が問題なんですけど、逆さにした状態でこうくっつけるような形で、後ろの幅のところに工具バッグを入れたりとかして、ちょっと立てかける形になる。紐で結んでるので動くことはありません。バーに取り付けて、だいたいこのぐらいの幅は使う形になってるかなと思います。走行充電する時用のポータブル電源用の入力電源と、こっち側に冷蔵庫用の電源をシガーソケット置いてます。
無事全部積み終わりました。私たち的工夫点をお伝えしていきたいと思います。まず、後ろら辺ですね。ポールとか椅子とかはすぐ取り出しやすいように、後ろの方に、あえてそういう風に設計してもらって入れるようにしてます。あとはキッチン関係、かなり大変だったんですけれども、ケースとか使って、大まかに分けて入れて、隙間に細々したものを入れ込んで成り立ってるので、これ以上物が増えると正直厳しいところではある。ガスで調理できるように、岩谷のタフマルジュニアと鍋を大きめの一つ。で、一応キャンプするとき用にスティームを1個だけ小さい方を入れてます。作業するときは物を取り出すので、パソコンとかトレーニングを彼がするということなので、はい、そういうことでございます。あとはコーヒー関係の収納袋を使って、ここにすぐコーヒー飲むことが多いから、ここに置いてる時とかは、日中に取り出して紙のセットとか、掃除用具とか、ボタンとかも基本この状態の時に取り出せるようなものにしてます。上は結構いろいろ置いてるんだけど、あんまり重いものは置けないので、軽いものを置いて、ティッシュとか、ただの雑貨だろうって思うかもしれんけど、あれ一応なんか物が入ってて、薬入れてたりとか、いろいろ小物を入れてて、これはコーヒー、キャニスター感がちょうどはまる高さのやつ。ブラシは、あえてこっち側に置いてるのはパッと取り出せるように、こっち側に置いてます。で、ここにタオルとか、下着類とか、上着とか、パッと取り出せるようなものはこっち。昼間着るおしゃれ着的なものは真ん中に置いてます。こっちの方がお制服時とかにパッと取り出しやすい方がいいので、こっちにする。こっちは、ジャクリのポータブル電源とか、ヘアアイロンとか、コンタクトとか、こっちもパッと取り出したいものを置いております。上は、枕を収納してて、もう使い終わった後は上に収納して、あとヘルメットも軽いのでここに乗せてて、ギターを収納してます。そのおかげでだいぶスッキリとした見た目になっている感じです。ここは本当メインに自転車を積む空間にしたかったので、自転車と、あとはこういう冷蔵庫と、ポータブル電源、あとこれはカメラ類が全部入ってるって、あとは温泉道具とかもパッと取り出したいので、滑り止めシート敷いて置いてるような感じです。ステップに玄関マットを敷いて洗うこともできるしっていうので、こちらに滑り止めもついててっていうのにしました。で、ちょっと行き先がなくて、スノーピークさんここにいらっしゃいます。靴も少なくてもいいんだけど、これ使ったらギリ4足までいけて、結局1足履いてる。で、残り3つ。これダイソーのラックを自分らで作って3足収納して、これがあるとめっちゃ便利なんだけど、これでできるだけ幅をギュッとしてパッと取り出しやすいようにしました。さていかがだったでしょうか。基本的に今回の収納はもうほとんどアミさんが頑張ってくれたのでうまく収めることができましたけど、やっぱり細々した系が意外と難しかったりとか、寝具関係とかもあって全部を収めることはできませんでした。すごく便利さとか必要なものを考えた時にこれぐらい必要かなと思って僕らは持ってきましたけど、視聴者さんから見たらもしかしたら多すぎって思ったかもしれません。とりあえず九州旅が終わって一旦宮崎に戻って、荷物その時にいらないものは削減したりとか足さないといけないものを足したりとかして、また本州の方に出発したいと思ってます。少しでも僕たちの収納術というか収納術、参考になったらよかったね。こんなのを持っていったらいいかもって、もしなんか発見があったら嬉しいなと思います。逆にこれいらないんじゃないっていうのもあるかもしれませんが今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。